一周回って有名になった脇役たち、モブキャラ解説。ガンダム作品を盛り上げるのはいつの時代も主役や主役級モビルスーツたち。かといえば、そんなことはありません。モブキャラはただのモブにあらず、時には重要な役回りをすることもあります。今回は、そんなモブキャラの中でも、特に強いインパクトを与えたことから、後に語り継がれることになったキャラ5選をご紹介させていただきます。1、足なんて飾りの人。名脇役として最も有名なキャラクターの一人、通称足なんて飾りですの人です。この人物は機動戦士ガンダムに登場したディオングの整備士ですが、名前はありません。アバオアクーデの最終決戦に臨むシャアがディオングを目の前にして足はついていないと不安を口にした際、即座に整備士があんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよという名シーンが非常に有名です。書籍密会アミロトララーによると、シャアは人型モビルスーツに信頼を寄せているので、ディオングの足がない姿を不安視していたことが描かれています。もしかするとこのやり取りはディオングに対する不安の色を隠せないシャアとの対比であるという見方もできますが、結果的にはこの後ディオングが出撃したシャアはモビルスーツ18機戦艦4隻を落とす大活躍を見せており、対ガンダムでは相打ちまで持っていく活躍を見せました。ほんの少ししか登場していない無名の脇役だったはずが、このセリフが語り継がれることになって有名になった人物です。ちなみにこの整備士のアバオア空間落語の行方ですが、漫画「機動戦士ガンダムシャアーズ・リレイティッド・アフェア」若き彗星の肖像に登場し、生存が確認されています。なおその中でパーフェクト・ジオングの整備士としてまんざら飾りでもなかったと前言を撤回しています。また漫画「機動戦士ガンダムジオリジン」ではシャアに名前を尋ねられ先岡少尉と名乗っており、その知名度の高さゆえか名前が付けられました。2、ケルゲレンコ。ケルゲレンコは機動戦士ガンダム第 08MS 小隊に登場するディオンコウ国軍所属の名もなき女性オペレーターの愛称です。このキャラも登場シーンは非常に少なく、劇中の登場シーンは2カットのみで名前なしですが、ガンダムファンの間で人気を博すことになったキャラクターです。物語としては傷病兵を乗せたザンジバル級機動巡洋艦ケルゲレンの脱出までの時間稼ぎと脱出を防ぐべく備えるガンタンクを破壊するためにノリス・パッカードが短期で出撃しました。しかしノリスは帰還不能と判断し、自分を待たずに出航せよという意味を持つ赤の発煙信号を出しました。それをアイナ・サハリンに伝えた女性兵が通称ケルゲレンコです。その人気が根強く、後に PS2 版機動戦士ガンダムジオニックフロント、機動戦士ガンダム戦記ロストロークロニクルズなどでオペレーターとしての出演を果たしています。アニメでは最終的にケルゲレンはギニアスの暴走に対する報復措置として撃墜されているので、ケルゲレンコの生存は絶望的と見られるものの、小説版ではケルゲレンが無事に脱出成功しているほか、ガンダム戦記では外人部隊によって奇跡的に救出されたことになっているようです。ノリス大佐からの発煙信号です。赤です。3、田村料理長は機動戦士ガンダムでホワイトベースの料理長を務めたキャラクターです。調理だけでなく食材の仕入れや管理も兼任しており、食の面でホワイトベースを陰から支える縁の下の力持ちです。ホワイトベースクルーの健康管理や栄養面のバランスに気を配る姿が見られました。16話で食料庫に直撃を食らったことでホワイトベースは深刻な塩不足に見舞われており、艦長のブライトとの会話で塩がないと戦力に影響するぞというセリフが印象的です。また33話で再登場しており、買い物を済ませ大きな買い物袋を抱えながら店を出る様子が描かれました。田村料理長は戦艦内での長期生活がいかに大変なことかを教えてくれる印象的なキャラクターとなっています。ちなみに現在は残念ながら閉店してしまいましたが、大阪のガンダムスクエアや秋葉原のガンダムカフェでは田村コック長の気まぐれパイロットランチという田村をモチーフにした日替わりメニューが発売され、減塩メニューの完全に塩が足りない盛り付けが含まれており、追加用の塩が提供されるというものがありました。4、シホ・ハーネンフース。シホ・ハーネンフースは
機動戦士ガンダムシードシリーズに登場するキャラクターで、ザフットのクルーゼ隊に補充された赤服の軍人です。シグリープアームズなどを登場機としており、エースの証として上記の左肩に光線下のパーソナルマークと藍色のパーソナルカラーを持ちます。機動戦士ガンダムシードの43話で初登場し、元はクルーゼ隊所属でしたが、第2期夜勤ルーエ戦でジュール隊の一員となります。テレビ版では当初声優なしのモブキャラでしたが、機動戦士ガンダムシード終わらない明日へで担当声優がつきました。その後、映像では機動戦士ガンダムシードアストレイに登場し、後の機動戦士ガンダムシードデスティニーでは映ったカットは少ないながら、イザークやビアッカラと共にいる姿が描かれ、プラントとオーブが終戦の競技に入った時はプラント本国へ戻るラクスに随行するようにエターナルに乗艦しており、最後まで戦死することなく生還しています。テレビ版では目立った活躍はなく、主にモビルスーツバリエーションやゲームなどでのみ活躍が描かれているキャラではありますが、人気の高いキャラクターの一人です。なお、キャラクターのモデルは機動戦士ガンダムシードシリーズのオープニングやエンディングを歌った玉木まみさんとなっています。女だからって甘く見ない方がいいわよ。5. パトリック・コーラサワー。コーラサワーは機動戦士ガンダム00に登場したキャラクターであり、不死身のコーラサワーの異名で呼ばれるようになっています。劇中第1話で最初にガンダムに介入された男であり、イマクトのお披露目を兼ねた公開演習に突如乱入したガンダムエクシアン完膚なきまでに敗北します。ファーストシーズン中盤でジンクスのパイロットとなり、ガンダムデュナメスを中破させるなどの戦果を挙げていますが、最終決戦ではガンダムナドレと相打ちとなり、機体は大破しています。セカンドシーズンではアローズでジンクス3に登場して戦い続けます。最終決戦ではガガの特攻からマネキンの缶をかばったと同時にプロポーズし撃墜されるも、直前に緊急脱出ポッドで脱出しており、無傷で無事生還しました。さらに劇場版でも同じくエルスに侵食されかけて自爆しようとしたところをセツナのダブルオークアンタの攻撃で助かっています。もともとはコーラサワーという名前からしてコメディリリーフ要員として用意されたキャラであり、適当にリタイアさせようとするもタイミングを逃して最後まで生き残ってしまったという話も存在します。しかし結果的には戦いでモビルスーツを失っても毎回無傷で生還する稀なキャラに仕上がり、テレビ版の最後にはマネキン大佐と結婚して幸せのコーラサワーになるなど、死亡フラグを全力で回避していく憎めないキャラとしてガンダム00の作品を盛り上げる一役を担うことになりました。自分は7度のガンダム戦を行い生き抜いてきました。仲間からついたあだ名は不死身のコーラサワーです。モブキャラでありながらも、その人気の高さから後の派生作品などで再登場を果たすキャラは他にもたくさんいますが、皆様はどのキャラがお好きでしょうか？ぜひ皆様の好きなモブキャラ教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。